どうも、底辺アクアリストタソガルです。皆さん、前回の溶岩石を使った大構図レイアウト水槽立ち上げ動画を見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄に再生リストの URL を貼っておきますので、ぜひそちらから見てやってください。スケープイットというレイアウト作成サイトで作ったレイアウトのイメージをそのまま再現するために、仮組セットと紙跡の接着剤を駆使してレイアウトの骨組みを仕上げていきました。個人的には初めてのスタイルの立ち上げ方法でまだ手探り状態だったんですが、最初にしては割といい感じにできたんじゃないかと思ってます。ここからどんな風になっていくのか、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速前回の続きから。前回は石を実際に水槽に入れてソイルを敷き、土留めとして溶岩砂を使用したところまでをお送りしました。しかし、定称を敷き終わった後に重大な失敗に気づきます。それは石が動くことです。接着した石同士は手が当たってもずれないようにガチガチに固定していたんですが、肝心の石全体の滑り止めをしてませんでした。ソイルを入れたり鳴らしたりしている過程で少し手が当たった時に石全体がスライドして、あ、終わったな、と思いましたね。まあ、植栽する前に気づけたので結果オーライということで、一度リセットし、残念ながら使ったソイルは溶岩砂と混ざってしまったため廃棄したんですが、改めて定称を敷いていきます。こんなこともあろうかと、実はだいぶ前にダイソーで滑り止めシートを買ってたんですよね。備えあれば嬉しいなとはこのこと。というか、あるなら最初から使っとけって話なんですけど、これを一番下に敷くことで石全体がずれるのを防ぎます。マット自体も黒で目立ちにくいのがいいですね。開けたら好みの長さにカットして使えば OK。今回は前面にマットが見えると不格好だと思ったので、前数センチは開けてます。これで滑り対策もバッチリです。あとは前回と同じ手順で定称を敷きます。この時は溶岩砂は使用せず、潔く側面のソイル流出防止はウールマットにしました。これが一番楽で確実です。奥側もそこまで持ってませんが、どうせ溶岩石で隠れるので気にしません。逆に盛りすぎると後傾層が大変になりそうなんで、これくらいで十分です。ちなみに前傾部分は水草を植栽する兼ね合いもあって、自分的には割と厚めに敷きました。余談なんですが、このアングルから見ると道が奥までずっと続いてる感じがしていいですね。珍しく自画自賛しちゃいました。というわけでソイルも敷き終わったので、今回植栽する水草たちを紹介していきます。まずはこちら、グロッソスティグマ。価格は539円。状態が悪くなってたので半額になってました。こういう商品が売られてるのは個人的に嬉しいですね。使えるかどうかの判断は必要ですが、安く買えるに越したことはありません。ご覧の通り枯れてる部分もありますが、あれくらいの植栽スペースなら生きてるグロッソだけで十分です。というか、この程度の痛みで半額になるのは嬉しいですね。続いてはこちら、ロタラワヤナード。価格は1078円。こちらはだいぶ前に購入していたものです。ご覧の通り放置していた結果グズグズになってます。液体培地の組織培養液が茶色になりだしたらやばい合図ですね。買ったはいいもののすぐに使わなくてダメにしてしまうのをやめたいものです。続いてはこちら、ロタラナンセアン。価格は1078円。こちらも同時期に購入したロタラですが、どちらかといえばこちらの方が状態は良さそう。なんとか生き残ってくれることを祈ります。続いてはこちら、ミリオフィラムガイアナドワーフ。価格は1200円。こちらは以前の動画でも紹介したミリオフィラムの中でも小さめの葉が特徴的なやつですね。これに関しても根元付近は結構やられており、ギリギリといったところ。皆さんは組織培養を買ったら早めに使いましょう。続いてはこちら、ボゴステモンヘルフェリー。価格は1078円。こちらはウェーブがかった葉が特徴的な水草です。例に漏れずこちらもだいぶ傷みが激しいです。ちょっとやばそう。続いて最後の組織培養水草です。
アラグアイやレッドシャープリーフハイグロ。価格は1078円。こちらは赤色になる中継層として有名な水草です。初めて使うのでどんな成長の仕方をするかわかりませんが、ワンポイントの赤として採用。結構株数もあっていい感じだと思うんですが、どうなるでしょうか。こちらはそこまで傷んでません。あとはこの組織培養たちを株分けして植栽に移ります。ちなみにこの株分け作業、映像に残せないので毎回省いてますが、組織培養を使う上で一番めんどくさかったりします。それでは早速植栽していきます。まずはいつもの自作軟水機スプレーで湿らせていきます。この湿らせ作業が何よりも重要。最初に植栽するのはこちらのグロッソスティグマ。特価品で買ったにもかかわらず結構な量が取れました。逆に他の組織培養より状態いいまであります。実はグロッソスティグマも一度使って以来採用したことがなく、だいぶ久しぶりになります。株分けの段階からどのサイズまで分けるか迷ったんですが、これくらいがちょうど植栽しやすいですね。植栽する場所も限られてたので余るくらいでした。続いてはロタラ・ワヤナード。改めて見るとだいぶ傷みが激しいですね。根元付近がグズグズになってます。果たしてこの水草は生き残れるのでしょうか。今回ワヤナードは右奥に植栽することにしました。特に理由はないんですが、ワヤナードもナンセアンもどんな風に成長するのか分かってないんで、正直どっちでもいいです。上から見ると割と状態増しに見えますが、どうなることやら。続いてはロタラ・ナンセアン。こちらも傷んでると思ったんですが、株分けしてみるとそうでもなく、意外と大丈夫そう。傷んだ場所を取るのは大事ですね。ナンセアンは左奥に配置しておきます。続いてはこちらのミリオフィラム・ガイアナ・ドワーフ。下は結構溶けかけてますが大丈夫でしょうか。数自体は結構あるので少しでも残ってくれればと思ってます。話によると中継層に使えるということだったんで、道付近の後茎の真ん中に植栽していきます。いい感じに大構図を引き出してくれるといいんですけど。ちなみになんですが、こんな風に植栽しづらい水草はピンセットの二刀流をすると結構植えやすいのでおすすめです。意外と真ん中のスペースが狭かったのでギチギチになっちゃいました。続いてはアラグアイやレッドシャープリーフハイグロ。組織培養の中では全く赤くない水草ですが、本当に赤くなるのでしょうか。赤くなることを期待して真ん中の道に植栽します。背丈は高くならないとのことなのでみっちり植えました。というか組織培養ってコスパ良すぎて1カップが多すぎることが多々あるんですよね。毎回無理やり入れ込んでるんで、余ったやつは水上栽培とかに移行しても良さそう。続いてはポゴステモンヘルフェリー。やっぱこうやって見るとだいぶ溶けかけてますね。なんか話によると水槽の側面は葉が大きい水草を植栽するとスケール感が出るとか出ないとかなので左右に配置。というわけで全ての組織培養水草を植栽しました。結構な数使ったのですでにびっしりです。後茎のワヤナードは若干寂しいですが、ナンセアンやガイアナドワーフ、レッドシャープリーフハイグロともどもびっしりになってます。ちなみに余ったボゴステモンヘルフェリーは溶岩石の穴に植栽しました。続いてはうちでストックしていた水草を植栽していきます。まずはこちら、ニューラージパールグラス。こちらはしだれることで有名な前茎草ですね。何年か前の ADA のレイコンでもこのしだれの表現が流行ってめちゃくちゃ多用されてた印象があります。今回はそのしだれを存分に活かしたいということで使うことにしました。続いてはこちら、ADA のプレミアムモスです。だいぶモサモサになってきたので今回は満を持して採用。溶岩石にペタペタする予定です。それでは早速ニューラージパールグラスの方から採取していきます。こうやって見ると意外と適当管理してても綺麗に生え揃ってますね。これがいつまで続くかはわかりませんが、こんな感じで無造作にピンセットで引きちぎっていきます。貧乏症なので恐る恐るなのはご愛嬌。最後に穴をピンセットで隠すのも癒しさが出てますね。
そんな感じでこれくらい取れました。植栽していくのはこちらの溶岩石の穴です。奥にポゴステモンヘルフェリーを植栽しているので、残りのスペースに植えていきます。こうやって高い場所に植栽することで、溶岩石を伝ってしだれてくれるのではと思ってます。これができれば自然感が出るのではないでしょうか。植栽に関してはだいぶ適当です。植えるというより置いてる感じ。結構な密度で植えたので、このまま育ってくれることを期待します。続いてはプレミアムモスを植栽します。取り出してみるとこんな感じ。ソイルの上に置いていたので若干活着してますが、だいぶ立派に育ってると思います。とりあえずこれくらい取れました。取ったプレミアムモスは塊ごと溶岩石に置いていきます。接着剤は使いません。自然と活着してくれることを祈ります。ゼリー状の接着剤使った方が確実なんでしょうけど、陰性水草って接着剤で溶けるイメージあるんですよね。大事な ADA のプレミアムモスなので、そこら辺を考慮してモス本来の活着力を信じます。そんな感じで手前の2箇所と奥の1箇所にペタペタしました。さすがに右だけモスがついているのもおかしいので、もったいないと思いつつ左に貼り付けるように再度回収。半分くらいなくなっちゃいました。こちらもつなぎ目の違和感をできるだけ隠すような場所に配置してます。結構もろに光が当たるところですが大丈夫でしょうか。まあなんとかなるでしょう。こちらは前面の3箇所にペタペタしました。ちなみにポットの中に余ったプレミアムモスはこれくらいです。だいぶ少なくなっちゃったんで、また増殖させるために切り刻みます。モスは切れば切るほど増えると思ってるんで、ザクザク葉を入れました。水中だと大変なことになりますが、水上だったらどんなに細かくても飛び散ることがないですからね。丁寧に刻んで数を増やしたら、先ほど入れていたポットに入れていきます。刻んだモスをまんべんなく広げていくと、なんということでしょう。半分以上なくなっていたモスが復活しました。これで無限にプレミアムモスが採取できますね。そして最後に植栽するのはこちら。どっかの30センチキューブから抜いてストックしていたショートヘアグラスです。これをグロッソスティグマと混栽することで、より自然感を出そうという寸法です。あと、お互いのランナーが絡むことで、ラピュタルのを防ぐ意味合いもあります。うまくいくかはわかりませんが。もう植えるとこないんですけど、グロッソとグロッソの間に無理やり詰め込んでいきます。やはりショートヘアグラスは植えやすい。というわけで全ての水草が植栽し終わりました。この30センチキューブという小さな水槽の中に合計9種類もの水草がひしめくことになったんですが、果たして育成はうまくいくのでしょうか。また経過を報告していくので、この水槽が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。